皆さんこんにちは。映像アウトドアーズでございます。はい、今回は新年1回目ということでタイイングを行っていこうと思います。それで、今回ね、作りたいの、こんな感じの。はい、それでは巻いていこうと思います。で、フックは、これ、TMC201R の10番ですね、使ってます。10番でもいいですし、12番であったり、8番ぐらいかな。北海道であれば6番もいいかなと思います。で、今回使うお気に入りのスレッド、センパーフライのナノシルク。これの12番ですね。120。これのホワイトを使います。これとっても強くて非常に気に入って使ってますね。僕はこのホットワックス、これを使ってスレッドに引いていきます。引いていってます。はい、この状態で使ってます。ではファンデーションしましょう。はい、1個分ぐらい開けて下向きしていきます。で、こういったスレッドはハサミでこう切るよりも、ここにブレードを置いてスレッドをこう引っ張った方が簡単に切れますね。はい、次にウィングつけます。ウィングは今回カーフテールですね、使います。カーフテールのなるべくまっすぐに生えている、なるべくまっすぐ生えているこの部分を使いますね。で、スタッキングするときはなるべく径が大きいものを使うと早く揃います。で、叩くときはゴムハンマーなり硬いものを準備して、上から叩くのではなくて下からこう上に向かって叩きます。で、だんだんと、叩く力を弱めていく。長い毛とかはここで抜きます。フックの上に取り付けます。で、回転させてフックの上についているかちゃんとね確認して、それでこの末端を斜めにカットします。ちょっと長かったかな。はい、ペーパー状にカットして、ここをスレッドで、隠すというか覆うように巻いていきます。はい、そしたら根元をですね、数回こう斜めの方向に行くように根元をしっかりと巻いて切ります。はい、次ウィングを作るんですが、ウィングをつけるときはボドキに使います。持ってちょうど半分ぐらいのところですね、確認してボドキンを半分のところに入れます。それで分けると。はい、たすき掛けをしますね。はい、これでこんな感じですね。あとウィングが立ち上がってきれいに分けることができます。
それではここにテールをつけていきましょう。今回テールはこちら、コジカの夏毛バンビですね。それのこれはグレイ系っていうのかな、ちょっと段のようなカラーのものを使います。本数少ないんで径の小さいやつでやっていきます。ではこれをつけます。だいたいボディと同じくらいかな。お好みの長さなんですけど、ボディと同じぐらいの長さ測って、ここのカーフテールの末端ですね、それに覆いかぶさるように取り付けます。スレッドでボディをなだらかにしていく。これが段差のできない方法かなと思います。で、テールは上に持ち上げて、スレッドで2回くらいですね。2回巻いたら、テールね、立ち上がりやすいです。そして抜けにくい。加えて、もう一押し。前のウィングですね。ウィングに引っ掛けます。スレッド。引っ掛けて、後ろに持っていく。もう一回いきます。ウィングに引っ掛けて、テールの後ろに持っていく。3回くらいやります。で、持っていくと。で、ここで、ボディですね。お好みの、ものを使っていただいて、もちろん OK です。で、今回は、そうですね、特別なので、ちょっとこういう金色のものを使おうかなと。ラクアータのティンセル。これを使います。これをリビングにして、ボディを作ろうかなと思っています。先ほぐして、ボディの、テールの末端ぐらいですね。巻きます。はい。赤いペンですね。ペンでこう塗って、テールの部分ですね。赤くします。ラビングループにしたいんで、その分をまずこう、スレッドを準備しますね。まずゴールドのティンセルを巻いていきます。この C&F のフライヤー、めちゃくちゃいいです。なるべく等間隔になるように確認をしながら巻いていきます。で、この間に、ボディを巻いていきますね。なので、あえてスカスカにしていきます。で、不要な部分をカット。こんな感じですね、今。で、次に、先ほど作ったこのループの部分ですね。で、はい、マルチグルー。で、塗ったら、ちょっとね、待っといた方がいいんですよ。すぐに塗らずに。すぐにね、つけないんで。で、ボディを、今回は、スペシャルということで、エゾリスの毛皮。これ夏毛だと思います。夏毛を使っていきます。ブラウンからグレーの部分を引っ張ったらむしれるんで、こういう感じでつけていきます。
この分はね、何でも好きなやつでいいと思います。まあ、ラビットとかいいんじゃないですかね。スノーシューラビットとか。で、よりをかける目安としては、下地のスレッドが見えなくなるぐらい。あんまりやりすぎるとスレッド切れてしまうんで、下地のスレッドが見えなくなるぐらい。これぐらいかな。はい。これが目安ですね。これが十分いいぐらいの時です。ブラシをかける。ここで一回ブラシをかけ、片方の方にね、はい、寄せます。寄せて、今度ね、濡らした方が実は楽ですね。で、巻いていきます。あえてボサボサの感じにしてます。キツキツじゃなくてね。で、このゴールドのワイヤーの間に入れるようなイメージで巻いていきます。で、ここでスレッドでしっかりと固定。で、巻けたらまたここブラシかけます。じゃあボディを上に引っ張り、まあカットしなくてもいいんですけど、ペーパーにしたいんで軽くですねトリミングします。ここまでできたら最後にハクルを巻いていきます。今回使うのはコーチマンブラウン、それとこれブラックですね。この2色でやっていこうと思います。で、2枚目。ブラックアートなんで、まずこちらのコーチマンブラウンからいきます。ウィングの後ろに、大体そうですね、2、3回ですね、巻いていきます。1回巻いたら前に持ってくる。前に持ってくるときもウィングを、カーフテールを後ろに引っ張りながらやるとやりやすいです。で、ねじれないようにですね、注意してください。で、今できたら、ここで OK。で、ブラックも同じように。で、2回目なので、少しこう揺らしながらですね、やっていくのがポイントです。で、末端と同じようにですね、ペンで縫います。いいね。はい、完成です。今回はブラックと、コーチマンブラウン使ったんですけど、もちろんブラックじゃなくてグリズリー使うと、最初に見せたこんな感じにもなりますので、皆さん試してみてください。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。